こんにちは。今日は中長編みでとても簡単なセーターを作っていきます。細い糸を使ってふんわり編んでいきます。春先にも着れるようなセーターにしていきます。作り方はとても簡単で、あまり慣れていない方でも大丈夫だと思います。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのニュアンスモヘア。色は1番。材質はアクリル。25g 102m。使用界隈の目安は4から6。これを使って編んでいきます。この糸の太さはだいたい1ミリぐらい。太いかぎ針を使ってふんわりと編んでいきます。これは7ミリ。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回こんな形の前身ごろとだいたい同じ形の後ろ身ごろを作ります。それと四角形の袖を2枚。それを縫い合わせてセーターの形にします。スタートするのは前身ごろのこの部分から。今回ここからこういう方向で編んでいきます。この長さは肩から裾まで。この長さはお好みで大丈夫です。だいたい55から60とか、特に短くしたい時にはもう少し短くします。で、裾をたっぷり長くしたい時には長くします。好みの長さになるまで鎖を編んでいきます。で、この幅は編みながら決めていこうかと思っています。まずこの部分の鎖を編んでいきます。私は56センチぐらいにしたいので、鎖を58。鎖を編んでみて、体に当ててみて、好みの長さにします。まずここから編んでいきます。まず鎖編みをしていきます。この最初の糸端は少し長めに残しておきます。この糸端は後で脇を縫うときに使います。で、途中からスタートします。で、本体はこの7ミリで編んでいくんですが、これよりも少し太い8ミリで編んでいこうかと思っています。8ミリでゆったりと編んでいきます。なければこっちでゆったりと編んでいきます。で、まず1、2、3、4。このまま好みの数になるまで編んでいきます。肩に当ててみて、どれぐらいの長さになるかを決めます。鎖編んできました。ここからは見やすいように違う色の糸を使って編んでいきます。それと小さなサイズで作っていきます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、2つ目に細編み、次も細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカーつけておくと便利です。次も細編み。このまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。ここでもう一度肩に当ててみて、好みの長さになっているかを確認します。もし長すぎたらそこでストップして次の段を
編んでいきます。余分な鎖は後でほどいておきます。でこれでよかったら次は2段目。ここから編んでいきます。まず鎖1つ裏返します。鎖の根元、ここに細編みをしていきます。今回は上から見て、この2本見えるうちの向こう側1本をすくって細編みをします。次も同じ2本あるうちの向こう側1本で細編み、次もこれで細編み5つ、12345、これがこの部分になります。少し縮んだ感じになります。私はここ細編み5個、長さは4センチ。多少短くしても長くしても大丈夫です。お好みの長さにしてください。ここからは中長編み。また向こう側1本の下で中長編みでします。これで中長編み。最初の細編みにマーカーをつけておくと便利です。で次から中長編み、でこのまま端まで中長編みをしていきます。2段目の端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みには2本の糸の下、ここに中長編みをします。中長編み、ここまでは1本、ここは2本、同じように編んでいきます。大きな鎖1つと裏返して、また1本、でまたマーカーをつけておきます。ここは後で見分けにくくなると思います。で次からも中長編み、このままこの細編みの手前まで編んでいきます。端の5個手前まで来ました。ここからは細編み、この細編みの向こう側1本、細編みの上には細編み、また端だけ2本の糸の下、ここだけ2本、同じようにずっと繰り返していきます。鎖1つ、細編みの上には細編み、この細編みにはマーカーをつけておくといいかと思います。後で何段も編んでいくとちょっと増えていって斜めになることもあるので、最初はつけておいた方がいいかと思います。でまた細編み、12345、ここ次からは中長編み、
このまま端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。これが一番端の中長編み。この中長編みのマーカーのついているところ、この2本の糸の下、ここに中長編み、次からも同じ中長編み、このまましばらく続けていきます。ここまで来たら細編み。細編みの部分はずっと細編み。同じ幅で同じように編んでいきます。で、ここをしばらく編んだら、次はこの部分を説明します。この狭くするところ、ここまで編んでいきます。で、この長さは私は11段で18センチ。サイズの変更や違う糸で編む場合には、この長さを参考にしてもらって決めます。ここは奇数にします。何段か編んできました。次はこの部分を編んでいきます。これはこの部分。私は11段で18センチ。これはサイズやあと糸の太さによって変わってきます。だいたい18センチ前後で大丈夫だと思います。小さくする場合はこの2段で調節します。大きくする場合にはこの2段を増やします。で、次はここ。まず11段目。ここが11段目。次のこの短くするところは12段目。ここぐらいで短くしていきます。11段目、12段目。ここから編んでいます。で、これは前身ごろ。前身ごろはこの部分をここ短くします。だいたい5センチぐらい。なので、ここから数えて、1、2、3、4、5。ここは編まないで、ここが最後。最後は2本の糸の下。中長編み。次からこの範囲で編んでいきます。裏返してまた今までと同じように編んでいきます。で、今までと同じこの範囲で編んで、ここからまた細編み。これを繰り返してこの部分を編んでいきます。この長さは私は13段、長さは22センチぐらい。ここも奇数にします。このまましばらく編んでいきます。この部分をしばらく編んできました。こっちで見るとこの部分、私は13段22センチ。この部分を13段目と考えてもらって、ここから長くします。長さはこっちと同じ。ここでは1、2、3、4、5。こっちも5個増やします。これは13段目で、ここは最後の中長編み。これが一番足の中長編み。ここは2本の糸の下。中長編み。次から長くします。こっちと同じにしたいので、1、2、3、4、5。こっちも
鎖5つゆったりと編んでいきます。5、1、2、3、4、5。こっちと同じ幅にしたいのでゆったりと編んでいきます。で、中長編みをします。鎖1つで1つ戻って2つ目に中長編みで裏返して中長編み2つ目3つ目4つ目で5つ目はここで、次からこの部分また1本このまま端まで編んでいきます。同じようにしばらく編んでいきます。で、この部分はこっちと同じ、こっちと同じ数だけ編んでいきます。私の場合は11段編んで、最後の11段目は細編みにします。後ろ身ごろの説明をします。後ろ身ごろは前とこの部分の長さだけ違っています。あとは全部同じです。こっちは中長編み5個5センチ、こっちは中長編み2つで2センチぐらい。あとは同じなので同じように作っていきます。こっちで見ると中長編み5個、こっちは中長編み2つ、同じように作ります。次は袖を作ります。袖は前身ごろや後ろ身ごろと違っていて、まっすぐ編んでいきます。この幅でずっと編んでいきます。この長さは私は50センチ、鎖の数は52編んでいって、この幅は40センチぐらい。私は29段編んで42センチ。この段数は奇数にします。最初は細編みで始まって、最後も細編みで終わります。片側は細編み4個分、幅は 3.5。これが袖口になります。で、この袖の長さは肩幅や腕の長さによって変わってくるので、次に肩を縫い合わせて、それを肩に当ててみて、そこから長さを決めるとイメージ通りに作れると思います。次は肩を縫い合わせていきます。表と裏を確認します。この細編みが表の方が表、こっちが裏、こっちが表。そうするとこっちも表になっています。こっちが表で、肩を縫うときには裏返して内側が表になるようにします。合わせてここからここまで縫っていきます。で、仮にずれないように留めておいて、で、新しい糸を持ってきます。で、この糸の長さはこの部分の4倍ぐらい切っておきます。で、ここに細編みがあります。端の細編みの2本の糸の下、向こうも同じ端の細編みの
2本の糸の下で結んでおきます。でここから簡単に縫っていきます。ここに細編みがあるので、もう一回こっちの細編みとこっちの細編みで、次はここに中長編み、中長編みに2回ぐらい針を入れて縫っていきます。大体で大丈夫です。これで端まで縫っていきます。角まで来ました。それぞれの角の2本の糸の下で、もう一度同じところで、あとはほどけないように隠します。これで反対側も縫います。次は袖を縫い付けます。ここは襟ぐり、ここは肩を縫い合わせたところ、ここが袖の真ん中、仮に固定して、この細編みの数を数えて同じ幅にします。長さも同じで、新しい糸、今裏が上になっています。こっちも裏が上、こっちは表で、ここからこっちので、さっきと同じようにもう一度同じところに針を入れてしっかりとさせます。この細編みに一つ次から中長編みと向こうは細編み、だいたい揃えて、この
で、だいたい揃うようにして向こう側まで、この脇の下に当たるところまで縫っていって、最後にほどけないように糸端を隠します。次は脇と袖を縫っていきます。まずこの裾の角の細編みから、この角の細編み、向こうも角の細編み、今手前から糸が出ています。糸端があったらそれを使って、なかったら新しい糸、このまま向こうで、もう一度手前、向こうは同じところ、これでつながりました。この端から2つ目の細編み、こっちも端から2つ目、2本の糸の下、向こうも2本の糸の下、で次もこことここ、きつくなりすぎないように、次もこのまま脇に向かって縫っていきます。で、ここで糸がだいたいなくなったら、今度はこの袖の方から縫っていきます。こっちからとこっちから、そうするとずれにくくて縫いやすいと思います。反対側も同じように縫っていきます。次は襟ぐりを編んでいきます。細編みで編んでいきます。今表が上になっています。表を上にして、でスタートするのはここぐらい。ここは肩を縫い合わせたところ、縫い合わせた両脇に中長編みがあります。ここからスタートします。新しい糸、同じところに鎖一つと細編み、これが一つ目の細編み、マーカーをつけておきます。次も一つに一つの細編み、一つ目、二つ目、三つ目、四つ目、五つ目、次はこの部分が角になっています。ここをカーブにします。まずここから糸を出します。次はここから糸を出します。一度に引き抜いてカーブを作ります。この角の両側、糸を出して、次はここ、上が2本になるように一度に引き抜いてカーブができました。で、次からこの中長編みに細編みをしていきます。で、まずこの鎖のように見えるところ、今ここに細編みをしたので、次はここ、次はこの中長編み、次はここ、この中長編みの上、次もこの鎖のように見えるところ、次はここ、ここ、ここ、ここと編んでいきます。
こんな感じで編んでいきます。で、次の角の手前まで編んでいきます。次の角まで来ました。またここでカーブを作ります。この角の両脇、まずこの十長編みのここから糸を出します。ここはここから糸を出して一度に引き抜きます。で、まずここ糸を出して、次はここ糸を出して一度に引き抜いてカーブができました。次からはまた一つに一つずつ、まずここで、ここはこちら側と同じぐらいの長さになるようにします。で、ここは縫い合わせたところ、ここにも一つ、ここにも一つ、次はここで、次は角になっています。ここから糸を出して、次はここから糸を出します。まずここ糸を出して、次はここ、これでカーブができました。次からはさっきと同じ、ここに一つ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 と編んでいきます。これが最後の角。ここもこの角のここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。ここまで戻ってきます。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これが最初の細編み。次も細編みをしていきます。鎖一つと根元に細編み、これが一つ目。次からまた一つに一つずつ、全部一つに一つの細編み。このカーブのところも一つに一つずつ、このまま一周します。このカーブのところも一つずつ、これで一周してスタートしたところまで戻ってきます。2周目を編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。最後にもう1周だけ編んでいきます。鎖1つ細編みをします。で、今度は前の細編みの入っているところ、普段はここに細編みをするんですが、今回はここ1つ下がって少し大きな細編み1つ、これが1つ目。次も同じ、ここではなくてここに細編みで、あまりギュッとしないで少し大きな細編みで、全部一つに一つずつ、このカーブのところも一つずつ、これで一周します。3周目の細編みが終わりました。これが最後の細編み。
最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに残して最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。この最初の細編みの2本の糸の下、手前から向こうに針を入れて最後の細編み、上から針を入れます。で、裏に出してこれを整えます。で、これは小さくしてでつながって見えるようにします。あとは裏でほどけないように隠します。他にも糸端が出ていたら始末します。これで出来上がりました。襟ぐりは広めにして首元がきれいに見えるようにしました。袖はこんな感じ。少し袖口が狭くなっています。とても可愛い形になりました。裾はこんな感じで、伸縮性があって軽くてゆったりとしているのでとても着心地が楽です。上から下まで50センチ、横幅52、袖は50センチぐらい、襟ぐりは60センチ、袖は20センチぐらい、使った糸の重さは150グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。